この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますので、お待ちくださいね。それではご覧ください。一生懸命イラスト描いたんだけど、なんかパッとしない見た目になっちゃったな。これ描き直すのも面倒だし、なんとか短時間でうまく見えるようになる裏技ってないのかななんて思っているあなた、あるんです。こんにちは、斉藤直樹です。今回はですね、絵が出来上がったんだけど、もうちょっと見た目を改善したい。しかも短時間でお手軽に。そんな風に困っている方に向けてですね、それチートじゃない？たった3分で絵がうまく見える加工。ということで、短時間で絵が劇的にうまく見える加工を7つ紹介していこうと思います。この動画を見ていただければ、いつもの自分のイラストをお手軽にパワーアップできる手法を7つ手に入れていただけるので、日々のお絵描きライフがさらに楽しく、ワクワクしたものにしていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。また今回は加工用の素材として、こちらのイラストをご用意しました。こちらはですね、僕のピクシブファンボックスから無料でダウンロードしていただけます。加工を試してみたいんだけど、元の絵がないよっていう人はですね、ぜひこちらを使ってみてくださいね。商用利用以外でしたら Twitter にアップしても大丈夫です。それでは早速行ってみましょう。逆光にする加工。まずですね、簡単にエモエモ加工を施す方法として、逆光にするのがあります。もしかしたら逆光って聞くとね、難しく聞こえてしまうかもしれませんが、はっきり言って、超簡単です。僕はいつも通り、Photoshop で作業を進めていきますが、今日紹介する方法は、それ以外のツールでも同じことができると思います。まずはね、定山レイヤーを追加してください。そしたら、そこまで暗くないグレー寄りの青色を選んで、このように塗りつぶします。場合によってはこのように、縦方向にちょっと赤紫などのグラデーションをかけてあげても雰囲気が出ると思います。色はね、好みによってアレンジして大丈夫です。そしたら、レイヤーウィンドウのこのボタンを押して、レイヤーマスクを追加しましょう。作成されたレイヤーマスクに黒色で描画していくことによって、今表示されている定山レイヤーが非表示になりますので、女の子の輪郭の部分の色を削っていって、後ろからね、回り込んでくる光を表現してあげましょう。コツとしては、全体を均一にぐるっと光で囲うというよりかは、部分によって光が回り込んでいるところと、回り込んでいないところを意識的に作ってあげると良いでしょう。もうね、これだけで逆光になっちゃいました。ね、めっちゃ簡単でしょ？これだけでも十分ですが、余裕があればね、背景の部分にも白い光を描いていって、奥に建物とか木とかね、何でもいいんですけど、なんかシルエットがあるなっていう風にね、雰囲気だけでも描いてあげると、さらに見栄えが良くなると思います。ここはね、おまけ部分です。逆光加工はこんな感じです。ね。一瞬だったでしょ？色味調整の加工。次はですね、色調整を加えていくっていう加工方法ですね。これについては、Photoshop 限定ではあるんですが、Photoshop にはカメラローフィルターというのがあります。フィルターからカメラローフィルターを選びます。そうすると、このような画面が表示されます。自分でいじくってみるとわかると思うんですが、ここで色々なね、調整が一括でかけられるんですね。色温度の調整とか、色かぶり補正とか、露光量の調整、コントラストの調整、ハイライト、シャドウ、白レベル、黒レベルなどなど、一括でね、様々な調整ができるので、結構ね、便利な機能なんです。例えば今回は、このトーンカーブをいじってみましょう。色調補正というところで、色味を選択して、その色調ごとにトーンカーブを調整していきます。そうするとね、こんな風に色調を自分好みの色に寄せていくこともできちゃいます。ここはね、自分で実際に色々いじってみて、どんな変化があるのか試してみた方が楽しいと思いますね。今回はちょっと青みがかったような色にしたいので、このように調整を加えてみました。さらに、先ほどいじった基本補正の下の部分に、明瞭度というのがありますね。これをね、操作すると、ちょっとね、色がぼやけて、優しい雰囲気の加工にすることもできます。そして最後、ちょっとね、肌色を鮮やかに見せたいので、彩度を少しだけ高めて、肌色を持ち上げてみましょうか。こんな感じ。カメラローフィルターは、後でもう一度出てきますが、このフィルター一つでね、いろいろな加工ができるので、すごく便利です。ぜひ、皆さんも遊んでみてくださいね。パーティクル表現の加工。
次は、パーティクル表現。これはね、かなり広く、いろいろなイラストに使うことができる優秀な加工方法なので、ぜひ注目してください。これめちゃめちゃ使えます。まずはね、一番上のレイヤーに、ハードライトレイヤーを追加して、どんな色でもいいので、ちょん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 って丸を描いていきましょう。適当な色にしたので、この時点ではね、濃かったり薄かったりすると思うんですが、それで大丈夫です。コマンド U を押して、色相サイドの調整ウィンドウを表示しましょう。ここでパーティクルが自分好みの色になるように調整してくださいね。はい。調整が済んだら、色をスポイトで拾って、さらにパーティクルを追加していきましょう。どのぐらいの密度にするのかは時と場合によりますが、一つポイントとしては、キャラクターに近いパーティクルは小さく、遠いパーティクルは大きく描くと、全体的にまとまりのあるイラストになりやすいと思いますね。全体的に描き終わったら、少しまた調整を加えます。さっきのように、色相サイドの調整ウィンドウで調整してもいいですし、今描いたレイヤーをもう一つ複製してあげても、パーティクルの存在感が強まって良いかもしれません。レイヤーに透明度ロックをかけて、違う色を塗ってあげてもカラフルになって良いと思いますね。これだけでも十分ですが、まだね、物足りないっていう方はですね、背景にもパーティクルを追加していっても良いでしょう。今描いたパーティクルはカラフルな感じで描いていったので、背景は白で描いていっても良いと思います。さっきと同じように密度感に差をつけながらバランスを取りつつ、背景のパーティクルも追加していきましょう。はい、こんな感じ。さあ、どうでしょう。めっちゃ簡単ですが、エモエモなイラストが出来上がっちゃったでしょう。キャラの周りを強調する加工。次に紹介するのは、これもね、汎用性がすごく高い方法ですね。キャラの周りを強調します。これね、単純なんですが、プロのイラストではよくこの手法、意識してみると見かけることが非常に多いです。やり方は簡単。まず、キャラクターのレイヤーを複製します。そしたら、白で塗りつぶしましょう。そしたら、そのレイヤーを後ろに持ってきて、レイヤー全体を選択します。ちなみにね、レイヤー全体の選択は、レイヤーのこの四角の部分をコマンドプラスクリックすると選択できますね。そしたら、選択範囲から選択範囲の変更を選んで、拡張を選びましょう。この数値はね、大体で大丈夫ですが、今回は20ピクセルぐらい拡張しましょうか。で、選択範囲を白で塗りつぶすと、こんな感じになりました。これはこれでね、シールみたいでいい感じですよね。はい。そしたらですね、フィルター、ぼかしガウスを選んで、今塗った白を適度にぼやかしましょう。はい。こんな感じ。ぼかしでね、ちょっと白が薄すぎたなっていう場合には、コマンド J を押して、レイヤーを複製しましょう。何個か複製して、ちょうどいい濃さになったら、複製したレイヤーを全部統合しちゃって大丈夫です。ここまででも十分ですし、さっきのパーティクル表現を応用して、周りにね、細かいパーティクルを追加してあげてもいい感じになると思います。はい。こんな風に違う色に塗ってあげても雰囲気が出て良いと思いますね。これはね、背景に迷った時にはめっちゃ使える加工方法ですね。髪の毛の空気感を加える加工。次に紹介するのは、もうね、一瞬です。一瞬で終わるので、集中してみてくださいね。まずは、キャラクターの上にハードライトレイヤー、もしくはスクリーンレイヤーを追加します。そして、ボケ足のついたブラシで、何色でもいいんですが、青がいい感じになりやすいでしょうか。青色を選んでですね、はい。髪の毛の後ろ髪の部分にグラデーションをかけていくだけ。はい。もうこれで終わり。めちゃめちゃ簡単でしょ？こうするだけで髪の毛の前後感、そして疑似的な遠近感のような効果を追加できて、お手軽にいい感じの雰囲気のイラストに一瞬でできちゃいます。今ね、全体的に効果をかけたので、よく見ると肌色の部分とか関係ないところにも青色がかかっちゃってますね。気にならない部分はそのままでもいいですが、できれば丁寧に処理したいので、レイヤーマスクを追加して、レイヤーマスクに黒で描画していくことで、関係ない部分の青色は取っていきましょう。はい、こんな感じです。これはね、お手軽なんですが、かなり効果的にイラストに透明感を追加できる方法です。試してみてくださいね。ぼかしを加える加工。
次は、ぼかし効果を一部に適用する加工の仕方を紹介します。これもね、一瞬ですので、よく見ていてくださいね。まずね、レイヤーを全部統合したら、もう1枚、そのレイヤーを複製しましょう。はい。縦にね、2枚、同じレイヤーが並んでいるのがお分かりいただけると思います。そしたら、上のレイヤーにぼかしフィルターをかけましょう。さっきと同じように、フィルターからぼかしガウスを選択し、お好みのぼかし加減でイラストをぼやかしてください。今回はね、結構大げさにぼやかしております。はい。そしたら、ここでぼやけているレイヤーに、レイヤーマスクを追加します。はい。もうね、勘がいい人はわかりましたよね。そうです。このイラストでぼやかしたくない部分のレイヤーマスクに黒で描画していきましょう。この場合は、顔の部分ははっきり見えていてほしいので、顔の部分に黒で描画していくと、はい。周りはぼやけているのに、顔の部分だけはっきりとピントがあった雰囲気のあるイラストの加工が一瞬で作れちゃいました。これはね、もう知っていれば誰でもできそうでしょ？ノイズを加える加工。さて、最後です。最後はもう、瞬きしているうちに終わっちゃいますので、要注意です。さっき紹介したぼかしフィルター。雰囲気はいいんですが、それだけだとちょっとね、ぬるっとしていてデジタルっぽすぎて嫌だなっていう時に、この機能が便利ですね。さっき紹介したカメラローフィルターを起動しましょう。メニューの中から効果を選んで、その中の粒子の数値を上げてみましょう。そうすると、ほらほら、アップにするとわかるかな？こんな風に、絵全体に粒子の粒が現れて、ノイズのかかったような効果が一瞬で追加されました。ちなみにね、下にある周辺光量補正は、イラストの周りを暗くしたり、逆に白く飛ばしたりすることができますね。これもね、場合によってはすごく使えそうです。今回は白く飛ばしてみました。なんかこう、まぶたの裏の思い出、みたいな感じでね、淡く切ない雰囲気を演出することができそうですよね。これもめっちゃ使えそうでしょ？今回紹介した裏技伝授、3分で絵がうまく見える加工、7つ紹介してきましたが、これらはですね、単品でも使用できますが、時と場合によって組み合わせて使うことで、さらに進化を発揮することができると思います。まずはね、一個一個試してみて、そして自分のイラストを描くときにですね、この部分にパーティクル表現を使ったら良くなりそう。この部分には逆光が使えるな。そんな風に組み合わせて応用してみてください。あなたのイラストを短時間で一気に見栄えよく仕上げることができるようになると思いますよ。そしてついに、斉藤直樹の7日間で上達お絵描きドリル、12月2日より発売中です。短時間で一気に上手くなりたい。その方法が知りたい。そんな方はですね、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてくださいね。動画では語りきれなかった追加の上達ポイントも多数掲載。人気イラストレーターの作者2さんとの対談も掲載しております。あなたのイラストの上達にお役立ていただければ嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで、再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。